願いを託された当時 MS-18E ケンプファー。一年戦争末期、ジオン公国は国力に勝る地球連邦に追い詰められていました。特に軍事面では大量に投入される連邦軍のモビルスーツに苦しめられていたため、量より質で対抗する方針を固めました。そして新しい仕様のモビルスーツを開発し戦線へ投入することで戦局の打開を狙っていました。ジオン軍は次期主力モビルスーツに位置づけられていたゲルググの量産体制を整えると、続けざまに YMS-16 ザメル、YMS-17 プロトタイプガルバルディ、YMS-18 プロトタイプケンプファーといった複数の試作機がロールアウトされたと言われています。これらの機体は戦争末期に混乱の中で生み出されたことから、生産数や戦時中の実戦参加の有無、戦果なども不明な点が多いのが実情です。今回取り上げる機体である MS-18E ケンプファーは YMS-18 プロトタイプケンプファーの構想による試作機であり、一年戦争末期に導入された統合整備計画の中で生まれた機体の一つでもあります。統合整備計画とは、ジオン軍のマクベによって提唱された軍事計画です。ジオン軍のモビルスーツはメーカーごとに異なる部材や部品、コックピットの操縦系の規格、生産ラインに至るまでバラバラでした。そのため兵器の生産効率の悪さやパイロットの技能習得までの教育時間が非常に長いという事態に陥っていました。そこで規格を統一することで生産性や整備性の向上、機種転換訓練時間の短縮を狙った計画です。また戦争末期には兵士の不足による学徒動員などを見据えて、操作系のフォーマットを統一することで未熟なパイロットでもモビルスーツを効率的に運用することも目的としています。しかし実際に本計画が実行されたのは大戦末期、ゲルググが完成して量産された後であり、全兵器を統合するには時間的に手遅れでした。また統一規格として新たな規格を制定したため、在来機とは一目でわかるほど外見上の規格が異なり、機体のパーツどころか携行火器やその弾薬さえ全く互換性がありませんでした。そのため生産や整備、乗員の再訓練の手間は改善どころか悪化してしまいました。計画の方向性としては正しいのですが、マクベが戦死したことや計画発動があまりにも遅すぎたことから、短期的な現場の混乱だけをもたらした計画となってしまいました。ケンプファーの開発コンセプトとしては、高い機動性による一撃離脱です。そのため分類としては強襲用重試作モビルスーツに分類されます。機体としては一年戦争終戦直前の統合整備計画に基づいているため、ザクをベースにフレーム、ジェネレーター、スラスターを強化した機体となっています。特殊部隊などでの使用を想定して開発され、分解した状態で搬送し、容易に組み立てられるように設計されています。ケンプファーがサイクロプス隊の一機として活躍した OVA 機動戦士ガンダム0080、ポケットの中の戦争でも偽装した町工場内にて組み上げられるシーンは印象的です。強襲用という目的のため、大水力のスラスターおよび指定制御用バーニアを全身に装備し、前傾姿勢での滑走が可能で、高速で目標にたどり着くことが可能になっています。高い機動性を確保するためにジェネレーター出力を消費するビーム兵器は、白兵専用のビームサーベル以外は装備せず、ショットガンやバズーカなどの実体弾系の兵装を主兵装としています。機動性の確保を意識されており、弾薬を前段発射した後は専用ジョイントパーツごと排除・破棄可能で、デッドウェイトにならないように考慮されています。走行においても機動性の確保に主眼が置かれており、前傾姿勢時に正面から見える部分のみに止めると徹底的な軽量化が施されており、高い機動性に貢献しています。武装としては 197mm 口径専用ショットガンとシュツルムファウスト、チェーンマインが特徴的です。まず 197mm 口径専用ショットガンは強襲用の機体専用に考案された武装です。作動の確実性を重視してスライドアクションによって装填するタイプですが、場合によっては電動機構による自動装填も可能です。ショットシェルから9発のルナチタニウムコーティングを施したダブルオーバック弾を発射します。使用弾薬はバリエーション豊富に開発されており、対装甲スラッグショット弾や信号弾、ガス弾など多彩な弾丸が使用できます。使用弾薬によって異なりますが、総弾数は3から5発で、対モビルスーツはもとより
散弾により隊列を組んだ装甲車や宇宙艇などの小型目標を一度に撃破することが可能な威力を持ちます。使い方には非常に応用が利く武装です。次にシュツルムファウストです。この武装はジオン系モビルスーツ五葉鉄の武装です。使い捨てのロケット砲で自動追尾装置を持たないために命中率は低いですが、高い威力を発揮する武装です。もともとはザク用に開発されていた経緯があり、ザクをベースに開発されたケンプファーに装備されました。最後にチェーンマインです。チェーンマインは13機の吸着型機雷で構成された連結型機雷兵器で、モビルスーツや敵艦艇に絡みつき装甲を破壊します。内蔵されたセンサーによって対象に取り付いたユニットのみを識別して爆破し、その他のユニットが連結部から取り外される仕組みになっています。劇中では前もってトラックにインプクしたチェーンマインを使用し、ガンダム NT1 に巻きつけることに成功します。しかしながらチョガムアーマーに阻まれ、ガンダム NT1 本体を破壊するには至りませんでした。ミハエルだ、ミーシャでいいぜ。ケンプファーは OVA 機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争に登場します。劇中ではサイクロプス隊のミハイル・カミンスキーが登場し、ジムスナイパー2が4機、量産型ガンキャノンが2機、ジムコマンドが2機という、一年戦争当時ではかなりの戦力を持つ部隊であるスカーレット隊を全滅させるという華々しい活躍を見せます。その後、標的であるガンダム NT1 に迫りますが、到達寸前でパイロットのクリスチーナ・マッケンジー中尉が乗り込んで緊急発進させたため、ガンダム NT1 との戦闘になってしまいます。スカーレット隊との戦闘で手持ちの武器弾薬のほとんどを消費しており、苦しい戦闘に追い込まれるも、残った専用ショットガンを巧みに使い、チェーンマインを巻きつけ、あと一歩まで追い込みますが、ガンダム NT1 を破壊するまでには至らず、逆に腕部内蔵の 90mm ガトリングガンを至近距離で被弾し敗北してしまいます。高い機動性を確保するために薄い装甲としたことが裏目に出てしまいました。ケンプファーは装甲による防御力を犠牲にして機動性を確保している点が特徴的なモビルスーツです。それだけに白兵戦や近距離での戦いでこその期待とも言えるでしょう。敵の強力なビーム兵器などは自慢の機動性で回避することを前提として設計されているため、乗り手を選ぶモビルスーツとも言えます。しかししっかりとした技量があるパイロットが登場した場合、教習用モビルスーツとして非常に優秀です。一つのコンセプトに特化したモビルスーツの開発という思想はジオンの特徴でもあり、ケンプファーはそんなジオン公国が一年戦争末期に苦しい状況の中で作り出した秀逸なモビルスーツとも言える機体です。余計なものを削ぎ落とした一点集中型のモビルスーツに魅力を感じるガンダムファンも多いのではないでしょうか。余談ですが、ケンプファーはその清絶な戦果と最後、そして何よりもパイロットがイケメンの対極の存在として、グフと並びジオン公国が誇る男の機体として非常に人気が高いモビルスーツです。白兵戦に特化しているという点からもグフと非常に近いものがあり、ランバラルやノリス・パッカードなどの味のあるおじさんパイロットが登場した機体でもあります。一年戦争終結後もジオン残党軍の一部の部隊で使用されたようであり、ジオンのパイロットたちに好まれたモビルスーツであったと推測できます。またケンプファーという名前についてはドイツ語で戦士の意味の言葉なのですが、一年戦争時のジオン軍のモビルスーツの機体の名称の中では数少ない有意味語の名称が用いられた機体でもあります。例えばザクは軍隊の足音であるザクザクとジャコを組み合わせた造語、ズゴックは水中で動く、つまり水中で動くからズゴックという名称になったと言われています。一年戦争末期、地球連邦軍苦戦を強いられていたジオン公国が連邦軍に打ち勝つために願いを込めた名前として名付けたのかもしれませんね。滅びゆく者のために。本日の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。